いやー、始まりましたね、ZW ストーク。まだ始まってはいないが、今回で第9回9回です。ともなってきましたね。だいぶ長いですよ。だいぶやってきましたね。さあ、でも記念すべき第9回のゲストのシルエットがこれ映ってるのかな。これはもうね、なんか特徴的ですね。右下のこれ人間が2人いますけどね。そうですね。これものすごいアフロなのかな。アフロでアフロにしてはちょっと綺麗すぎやしね、こうね。いや、アフロってでも綺麗じゃない。ね、こうちょっとこうね、角度がこうなんか人の手ので作られた何かをかぶっているのかな、これは。これ帽子か。帽子なのかな。帽子が特徴的なプレイヤーって言ったら結構絞れちゃいますけどね。例えば誰がいますかね。誰が、いやまあそれを言うのは野暮じゃないのかい。前9回ゲストボーボーはまあこれ、まあキャラから言うとね、もうなんかほふ前進をしているようないでたちですけれども、まあちょっと僕このキャラ苦手ですね。個人的にあまり個人的にあまり戦いたくない不不自由のキャラクターではありますけど。なるほど。まああなたがちょっと苦手としているキャラクターが、そう苦手としてるキャラクターのことを聞けるって思うとちょっとドキドキして。確かに僕も勉強できますから。でもガクトは困ってないんじゃないの。僕は結構得意かもね。キャラ的に。このキャラクター、はい、そろそろ呼んじゃいますか、ゲストの方。ゲストの方そわそわしてますからね。はい、そうですね、すごい待機してくださってますから。それでは、ゲストの方、こちらの方になります。アポロ影だー。影来たー。影だー。天気アポロ影。天気アポロ影が来てくれましたよ。いやちょっと噂によるとなんですけど、はい、今回なんかアポロ影さんの方からティのティータイム出たいみたいな聞いたんですけど、本当なんですか。もう本人からアプローチが来たみたいな。そうなの。 Okay, is it time for the... いや、トイありがとう。アポロ影はね、ずっと隠してくれてたの。これなんかゲスト発表された時に言えばいいのかいってすごいね丁寧にやってくれてて、そうリツイート完了したかな。アポロ影が宣伝してくれましたから、ありがとう。お、できた。はい。で、そうアポロ影がそうね、なんかティータイム出たいと、そんなラブコールをしてくれたということで、そうなんですか。本当ですか。Yeah. いや、嬉しいね。嬉しいね。嬉しいね。すごい。そんななんか箔がつくみたいな番組になっちゃってるのかな。いやもう長くやってますから、この番組も。第もう 9年目ぐらいと言っても差し支えないからな。そうね。いやさ、今回ね、そうアポロ影が来てくれたということで、いややっぱアポロ影はふさわしいです。正直日本人大好きなんですね、アポロ影のこと。だってすごい分かりやすいですからね。皆さん見てください、アポロ影の背景後ろもうなんか我々の知ってるキャラクターが、そう馴染み深いキャラクターがいるということで、その作品が大好きってことで、日本人もみんなアポロ影のことが結構日本の漫画好きなんだなっていうことで、すごいラブです。毎回なんでね、本当1回2回だけじゃなくて、毎回なんか麦わら帽子かぶって大会出てる。そうね、リスペクトがなんかすごいあるなっていうのは感じるんですよ。なんかルフィ本人なんじゃないかなって思い出してきたりもしてる。そう。I'm happy to be here. こちらこそ来てくれてありがとう。ありがとうございます。まあそんなアポロガイなんです。まずですね、簡易的に、名前バグってる。T がバグって、ちょっとトラブルがちょっと興奮しすぎだ。お前アポロ影来てくれてる時に、お前興奮しすぎだよ、お前これ。ちょっと初めてだよ、お前。お前ティータイム初めてだ、こんな。ちょっと待ってくださいよ、あなた。
ちょっとまだ落ち着け、始まったばっかりだ。ちょっと待ってどうぞちょっとお待ちください。ちょっとお待ちください皆さん。一回カメラ再起動しろ。俺あ、なった。なんで俺だけなのこれ。いやちょっと、ね、来てくれてそれ嬉しいのはわかるけど、ちょっと落ち着け。スネークの DA しちゃったわ。そうさあね原因がわかんねちょっと今トラブルが起きたんですけど、まあちょっと戻しまして、じゃあアポロ影、名前とか年齢とか使ってるキャラクター、じゃあちょっと簡単に紹介お願いします。Okay, hello everyone. I'm Apollo Kage. I am currently with Witness Gaming, and I play Snake. I also love Luffy, and happy to be here. アポロ影、いや年齢がね若いんですよ。あ、そうなんだ。そう21歳とかでしたっけ？あ、マジ？うん、いやもうすごい結構若手の選手なんですね。そうなんだ、知らなかった。そう結構やっぱりその大人びて見えるとか印象がすごい結構日本人の中であるんですけど、すごい本当に若いプレイヤーで全然僕らより年下でございます。全然年下だったのかよ。そうそれがね驚き年下でその才能がそうすごい最近のスマ界恐ろしいね。そう天才ジーニアスプレイヤーですから。Yeah, don't worry. I'm 21, and I started playing Smash when I was 17. いや17から遊んでるってことは4年目ってこと？結構最近だねやっぱり。もしかしてスペシャルからスマブラ始めたってね。So you, そうか。 they like how things went because I started playing Smash with Ultimate, and I started competing February 2019, and I played Luigi, and then I dropped Luigi for Snake because I thought Luigi was bad. So then I picked up Snake in May 2019. なんかまあ3ヶ月ぐらいであれなんかちょっとルイージ違うなと。確かに早いな結構。そうね。はあそれでスネークに転向してそっからずっとバリバリスネーク一本でやってるんだ。はあそれ驚いたな。最初はルイージなんだね。なんで最初はルイージを使い出したんですかアポロ影は。Luigi is my favorite Nintendo character of all time, and my favorite game of all time is Luigi's Mansion. I just didn't like how he played in Smash because I am not good at I'm not good mechanically wise usually, so like I would grab someone to get like 7%. Like I would just grab them and not kill them with the 0 to death or not like get the stock. So I was like, I want to use my tools on like a character that does something else, basically. ああなるほどね。まあ確かにやっぱルイージ意外とその自由度が少ないキャラクターではあるから、まあなんか相手に近づけたら爆発するけどそこまでみたいな。そこまで行くのが大変みたいな。はあ、あんまりそうねアポロ影の今のプレイスタイルとあんまり合わないキャラクターかもしれないね。確かに。はい、それでまあルイージちょっと違うなって思ってスネークまあ使い出したわけだけれども、なんか何がしっくりきたんだろうねそのスネークは。So I tried him out in a friendly, right? And he became a secondary for me like almost instantly. And then I tried to drop him like 4 times in the same month. I tried to quit playing Snake, and I couldn't stop. So I was getting like right outside of top 8 at my local tournaments, and I picked Snake and like went solo Snake for the first time and got second. So I was like, something worked here, and then I just like it's been Snake ever since. なるほど。なるほど。その成功体験があって、なんかちょっとスネークいけるかもしれんって思って使ったんだ。確かに2位はすごいんだ。なるほどね。まあ確かにルイージはできなかったことが他のキャラクター特にスネークでできて、なんかそこからどっぷりそっからそうね。なんかいいなそういうの。キャラ替えを成功したパターン。そうキャラ変えてなんかねあんまり成功する人ってのはなかなか見ないもんだから。結構その普段メインで使ってるキャラクターをなかなか超えてこないよね。そうね。なんかいいなすごい王道の成功パターンだ。キャラ変更のよかった。なんかすごいそのスネークに変えることで本当に今大成功してるわけだから。確かに、確かにだ。Yeah, it's definitely like hard to do it, so I'm glad it worked out well, and now Snake broke it. So we're chilling.
おおなるほど。そういやそうアポロ影っていうのはもう本当にスネークに対してすごいポジティブなんですよ。これもうそうだよね。話しててすごい分かるんだけど、いやその話をねちょっと後で、したいわけなんだけど、じゃあまず僕らがいつ出会ったのかとか、お互いの印象とかそういうのを語っていきたいわけなんだけど、はいじゃあ一回ちょっと翻訳いいですか。 OK。でじゃあ僕からいいですか。アポロ影と、知ったタイミングオッケーオッケー。とか、僕とアポロ影はですね、最初の、ファーストインプレッションは去年2022年のあれかな、パウンドかな、そうパウンド2022であって、そこで初めてフリーをしたんですよ、アポロ影と。俺がそうね朝会場行って、暇してたらそのアポロ会からフリーしないかっていうことを誘い受けて、でそこで初めて戦ったんだけど、でそれでいろいろ話したんですよ、そのネスとスネークのマッチアップで。結構その、スネーク側割と、苦手だなっていう人が多い中、もうアポロ影いやいやこれ全然五分でしょみたいな、このカードミススネークポジってくる？そう俺はなんか全然なんか不得意に感じたことないけどなみたいなことをすごい言われたのが印象的で、結構なんか強気になんかねスネークのことをポジティブに語るなって思って、でそれ持ち帰ってなんか日本のスネーク使い、将軍さんとかにもアポロ影と、フリーしましたよみたいな話したら、やっぱ結構その日本のスネークプレイヤーと考え方が違うから、なんか割とね、なんかもうポジティブ寄りの意見でなことが多くて、なんかすごい特殊なプレイヤーだよねみたいなことを日本のスネークプレイヤーたちと語りましたね、その後に。そうだから僕が初めて会った時はパウンドで、去年ので結構すごいスネーク使いらしからぬ考え方をするなっていう印象がありました。Yeah, I do. We played for like an hour and a half. We played for a while, and I remember at first I was like getting destroyed, and then by the end of it, I was like figuring some stuff out. But I was like, I never blamed Snake for like most things, if that makes sense. So like even though Ness has like magnet to make it like usually favorable, like from looking outside in, I think like Snake's buttons are really good. Like his boxing tools can keep up with Ness super well. But yeah, no, I remember that encounter, and I couldn't remember the specific tournament, but I do remember like sitting down playing for an hour because those games were really fun. はあ、なるほどね。そうなんよな。なんか結構驚かれるんですよ、その日本のスネークプレイヤーに。アポロ影はこんなこと言ってたよみたいな、こういうマッチアップ感だよみたいなことを言うと、いやそれはおかしいっていう、彼はポジティブすぎるって日本ではそう古来からネススネークはいけないみたいな。そう他の相性も結構なんかアポロ影割とポジティブ気味に語るから、いや本当になんかスネーク使いの中では異端というか、だいぶなんだろう、今までのスネークプレイヤーの考え方とは本当に異なってるんだなっていうのは話してて分かりますね。あれですね、僕の印象はこんな感じですけど、 T とアポロ影の絡みって俺あんまり見たことがないですよね。俺もね、大会で当たったことないしフリーもしたことないんだけど、覚えてるのは去年のダブルダウン、夏ぐらいのダブルダウンで初めて話したかなっていう記憶はあって、で結構昔からその日本のスネーク使いから海外に MVD と同じぐらいだから、それに匹敵するぐらいなんか強いスネーク使いがいるぞみたいな噂聞いてて、噂されてたのそう噂されてて、で本当にそんなに強いんだってなったのが去年のメインステージかな。で今日メインステージでシュートンアポロ影を見て、あったね、そのやっぱちょっと僕っていう選手はシュートンに対するね、信用が持ってなるほど、シュートンなら負けへんやろって思ったら勝ってて、でサミットの権利を手に入れ
てて、うんあこれが噂されてたアポロ影だっていう認識したのはそこだね。なるほど。あそこが認識したタイミングなんだ。そう俺の中でやっぱシュートン倒せる選手っていうのはめちゃめちゃ記憶に残ってしまう。なるほど、そこ基準で考えてるんだね。そうそうそう。は Yeah, I remember we haven't played yet, but we've had interactions with each other. Like, I was hanging out with Snakes at main stage, and I remember us like walking by each other and saying something real fast. But I think those tournaments were like those were some of the most like fun and important tournaments I've been to. Like, especially because I have a local Olimar who's like really good but doesn't travel. So I was super excited to fight Shutan because I think like Snake Olimar is one of the matchups I've studied the most for. So it was cool getting to meet both of y'all, but I definitely want to like play y'all more because I feel like one of my favorite things in Smash is like the conversation that happens when two people play each other. And especially like the difference in play styles is it's always fun to like be able to play against people and kind of like figure out what they're doing or get hit with new things that you've never seen before. So I'd say like on my end it was definitely a positive like both situations where I met up with y'all for the first time. It was definitely positive. おお、確かにこちらこそ。ちょっと今度会ってちょっとフリーしよそう、フリーしよう。う。もうやったことねえから俺。そうね、今ツイッチのチャット欄にシュートリマーもいますから多分シュートリマーもアポロ影すごいフリーしたいらしいからそうみんなで行くときがっつりフリーしたいね本当に今度会ったらお願いします。100%. It's a true live shoot on reaction. ライブシュートリアクション。レッツゴー。まあなんかお互いの馴れ初めとかはねまあお互い語ったけどもまあやっぱその性格的なじゃあ印象とかもちょっと言いたいんだけどやっぱ僕はねそのアポロ影本当に陽気っていう印象がすごいあるんですよ。まあそうみんなそうじゃない俺もそうだよ。そういやなんか特になんか絶対いいやつだろうなっていうそうオーラはにじみ出てるよね。いいやつ初見いい人なんかルフィみたいだっていうのは本当に思うかもしれない。うわちょっと投げやりなんじゃないか。そうまあでもね実際そうかも。そうだからなんか本当なんだろう対戦したら楽しいだろうなっていうのはすごい思う。だからもっと仲良くなりたいっていうのは本当に感じてます。I try. I try. もうすでにいい人だよ。もうなろうとしてるんじゃなくてなってるなもう。Hey, let's go. Thank you. まあそうで逆に聞きたいんだけどアポロ影はちょっと僕らに対してどういう印象を抱いてるのかなっていうのをちょっと知りたくてね。Okay. So I thought Gog was a nice person when we first played. I thought it was fun. Definitely by the way he plays, I feel like you can't sleep on him. Like he's got a trick up his sleeve. And I haven't played T yet, but I think telling by the way that T plays, I feel like he's a jokester. I feel like he's got jokes. Just because when he plays, like especially Kazuya, like you can just see like there's no shame at the gameplay sometimes, which I'm a big fan of. Like he'll be like Doria like 5 times in a row and then the one will hit. So I really like that part of the playstyle because it reminds me of like when I'm playing Snake and I'll do like up tilt, and I do like 4 times in a row and the 4th one works. So that's kind of the impression that I've got so far. Yeah, the chat's spamming electrics. 絶対分かってもうた。これそれはいい印象なのかそうドリャに関してはまあジャパニーズ見る分には最高。まあそうねまあ見てて楽しいトリッキーなプレイのやつだと、まあ、それはねちょっとアポロ影も同じといいねなんかジャパニーズミーム見る分には最高。そうねOh my goodness, yeah. I mean, from the outside looking in, it's pretty funny.
when I see Kazuya on screen, I'm like, all right, let's see what's about to happen. And then they get one hit, and it's like, like you never know. So I definitely think watching it, especially with how many different ways you can do certain things, I think it's a great time, personally. 影も言ってますと。バンコク共通なんだね、やっぱ風の試合を見るのは。そう。そういう感じなのかよ。行く先々で俺そういうリアクションもらうから、多分ね、これ日本人だけの感覚じゃなくてね、バンコク共通で見る分には最高なんだと思う。でもアポロ影は和也と対戦するのは対戦する分にはあんまり好きじゃない。I think I don't mind it because I play Snake. I think that's why. I think if I played another character that wasn't Snake against Kazuya, I would mind it. なるほど。分には最低。まあT は始まる前も言ってたけど、スネークがすっごい苦手だから倒せ勝てるぞ。多分パックマンが出てくると思う。あ、そう。Okay. Yeah, I like both matchups, so it'll be fun. おお、俺は多分どっちでも楽しめないんだけど。なるほど。まあ今度はちょっと今度会った時は修行という意味合いを込めてフリーしたいね。Yeah. No, I think Snake does super well against both characters, so it'd be fun to train. I need to get around all the bell setups. Can't be getting hit by that. アポロ影がそう言ってくれるのはちょっと頑張りたいね。なるほど。いや、見たいな、トーナメントでこのマッチアップは。トーナメントはちょっと勘弁して。No, Snake. No, come on, let's do it. It'll be awesome. やる気だ。はあ、まあ、そうそんな、まあ、印象語ったところで、まあそれじゃあね、やっぱ僕らはね、アポロ影のことを正直スマブラのことでしか知っていないわけ。ここからね、そうアポロ影の人となり、アポロ影あなたがどういう人なのかっていうのをちょっと今から紐解いていこうかなって思うんですけど、準備はいいですか？ Yep, let's do it. じゃあ最初は T からお願いします。はい、じゃあアポロ影の好きな食べ物。Chicken. チキン。チキン。じゃあ嫌いな食べ物は？I don't like mushrooms and 俺もキノコ嫌い。一緒やん。I'm blanking, so yeah, I'll say mushrooms, like mainly. Yeah, it's same. かぶってるね。じゃあアポロ影の好きな選手は？I have to say Tweak. まあ好きだよね、そりゃ。スーパースター。倒すのに自信があるファイターは？Roy, Bowser, Zero Suit, and Sonic. おお、マジか。すごい。自信家だ。結構自信あるのいっぱい。すごいね。じゃあ逆に自信のないファイター。Min Min, Game & Watch, and Min, Game & Watch, Samus. まあ確かにちょっとスネーク困りそうなキャラクターがいっぱいいるね。じゃあ次、じゃあ名前の由来は？ So, I grew up watching Naruto, and that's where the end of my name came from, because Hokage. And then I used to be a Smite player, which Smite is like League of Legends but 3D. It's like a MOBA, and my favorite mythological god in the game was Apollo. So there's already a ton of people who are just named Apollo in the scene, so I wanted a way to like differentiate or like become unique. So then I combined like Apollo, Hokage, Apollo, Kage, and I thought it rolled off the tongue pretty well. この影ってホカゲの影かよ。マジか。そうなんだ。名前ナルトなんだね。確かにその合体させてそうな名前ではあった。まあ確かに2フレーズね。アポロと影でアポロ影っていうのが。から来てたんだ。驚きだこりゃ。なるほどね。スネークの好きなところ。止まっちゃった。C4 and dash tag. まあそうね、一番の強みだもんね。
そこあはあ、そこ好きでいられたら俺たち辛いよ。なんそうなのそりゃスネーク使うわって感じのところだな。じゃあ逆に使ってるねファイターの懸念点教えていただけたら。His base stats, everything that's not his moves. He's like slow in the air. His drift isn't the best, not the best air acceleration, but like all of his actual buttons are broken. なるほど。なんか考え方がルイージプレイヤーっぽいな。なんか確かに、あれなんかさっきも同じこと言ってたよな。そういや、そこはね、ちょっと DA とかでカバーしてる。なるほどなるほどね。アポロ影のライバル、誰？ It would probably be Goblin at this point, ゴブリン。アプリ I think. We tend to go back and forth in sets, and they had like a winning streak on me, and then I won a few, and our last two sets are 1-1, so I feel like I play Goblin the most, and we usually like trade sets. So I'd say that's my rival right now. 得意キャラロイ、そしてライバルはゴブリンっていう。確かに。そうなんか主人公みたい漫画の。For sure, for sure. I think it's funny how that worked out too. 逆にゴブリンがライバルだからロイ得意になったの。おお、確かにね。今現時点でのスマブラの目標とか夢とかありますか？ I want to be the best Snake player in the world was my first goal and why I started like competing. And then I want to be a top 10 player in the world. I want to win a major. And then once I get to top 10, I want to be the best. いいね。なんか現実的に段階をこう踏んでいるプレイヤーで、なんかこういきなりでかくっていうよりかコツ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 目標を達成していくみたいな感じで、いい考え方です。最終的な野望はでかいと。うん。見据えてます、世界を。Like I'm a fan of the term of like baby steps where it's like, okay, I started out, I wanted to be like top 100 and then I wanted to be top 50 and then I like got to number 20 and I was like, okay, sure. And then I wanted to, be top 15, top 10. I don't think it's realistic to be like, okay, I'm number 100, time to be the best player in the world. Like I think you have to like grind and get there first. なるほど。なるほど。へえ。まあでも結構ね、もう、スネークといえばアポロ影みたいなのになっちゃってる。まあそうね。まずベストスネークはもう達成したからね。まあ、やっぱもうすぐ次の段階も結構秒読みというかすぐいけると思う。Thank you, thank you. I mean, that means a lot. アポロ影がスマブラを始めたきっかけを教えてほしい。Okay, so my brother, his name is Quilly Koopa. He's Quilly. He used to play Bowser and Falco. He basically, whenever Ultimate came out and I was getting tired of Smite, he's like, get into Smash, you won't. So then I got into Smash because he was like, you won't do it. I bet you won't. So I got into it, and then I pretty much like, I didn't know how far I wanted to go with it. I just wanted to like beat other people. Like I really like playing for like the pride of the game per se. Like I like tournament placements and all that stuff, like that's cool, but I focus like more on the wins. Like I want to beat the good players because I feel like that's where I have the most fun, like the mind games of the game. So my brother pushing me into it, and then I started like doing really well really fast, and I was like, hey, maybe I can go somewhere with this, and here we are today. なるほど。兄弟パターンね。俺と似てるかも。あ、そう。俺も兄弟パターンだし、この人倒したいからどんどん積み上げてきたみたいな。あれなんか、俺アポロ影かもしれん。なんね、好きな食べ物一緒だし、同じだしね。嫌いな食べ物一緒だし。He's like the Pac-Man version of me, like the Snake version of T. おい、オッケーオッケー。まあ違ったかもしれねえだよね。ナルトとカカシの、カカシじゃねえか、サスケの関係。なるほど、ここもナルト漫画コミックなんだな。まあじゃあ次の質問いきますけれども、いやこれはちょっとね聞くのが怖くなっちゃったけど、ちょっとぜひ聞くわ。OK。スネークラブですか？キャラクター愛はございますか？ So in the recent Nintendo Direct, they talked about like remaking the Metal Gear games, or like re-releasing them like on the Switch. So I'm definitely gonna like get that and like play through Snake's games because I feel like the more I play through like the Metal Gear series, the better I'll get with Snake.
Like there's a direct correlation. あ、そのよかった。いやなんかルイージが好きだからいやねスネークはビジネスパートナーですみたいなことを言うんじゃないかってすごいドキドキしててあよかった好きなんだなスネークもちゃんとそう Yeah. That'd be so funny. よかったいや愛があります。愛ですよ。愛があるねじゃあこの鍵は日本のトーナメントに興味があるというか来る予定はありますか？ So yes, but I can't like nothing past that. But yes, I do want to. It's been one of my dreams since I was a kid to come. So even if it was like just for Smash, like that'd be cool. But I'm probably gonna like come for longer and just like take a chance to check everything out, try the food, get to meet people there. Yeah, but definitely like as much as y'all will have me, I'll definitely want to come out and try. Honestly, just grind with everyone. Like I really want to fight Japan, and I feel like everyone, at least like in North America, they talk about like the depth of like Japan's like the middle to high level. Like obviously Japan is like very talented top players, but they really talk about like how much depth y'all have and like how many like really good players there are. Like there it seems like the amount of like good players there is like crazy high, so it'd be super good experience wise. Like I think it might be like essential to being able to beat everyone is getting the experience I'd get from going there. I know that was long, but yeah. So short answer is yes. いやーぜひねアポロ影日本来てライブアポロ影リアクション見たいよねやっぱ日本のいろんななんか文化に興奮するアポロ影をぜひなんかまあ、カメラに我々がねムービーでね紹介するからですね。そう日本の文化を。ぜひ来てくださいもういつでも待って家泊まっますてもいいからね。I'm glad to hear. Yeah. No, I definitely plan on coming, and yeah, I'm excited. あー楽しみだ連絡ちょうだい。ここでもう約束したからねもう来ないことはもう許されない許されないよ。そう So Piggy promise. レッツゴー。それでは最後の質問になるんですけれども、はい、まあこれはね、まあ T あなたが聞きたくてしょうがなかったことだよね。マジで聞きたくてここにねじ込みました。じゃあもう言ってやってくださいわ。ズバリスネークはいくつですか？さあこらまた強気だいやーまあ正直 AK ならこれあると思ってた。おおマジでその心はOkay, I think it's hard to like pilot, but like think about it. He's had like top 3 results for the whole game. The game has been out for like years, and like at least for like North America or just like world in general, we have people who give character stats. The only characters that have been consistently above Snake have been Rob and Steve. Aside from that, he has had like top 3 results the whole time, and like it doesn't matter the player. Usually, like you can find a point in time where like Snake has won even like his hardest matchups. Like even Snake's like losing matchups are still doable just because how good a character he is. And I think he's a character that gets buffed by tournament. So like I think if you fight Snake in friendlies, it's way easier than when you have to fight him in tournament. And I think that like how much potential he has and how many setups he can have, I think he's just like the only limit to him is the person playing him. なるほどね。これはまた具体的に説明されちゃいましたけれども。かなり納得感のある説明が。なるほど、それゆえトップ5と。うわー、まあそう言われたらそうかもなと思っちゃいました。そのスティーブロボットの下なんだスネークってそのインプレッションの。確かにね。そうだね、結構ヒューマンエラーが1回でも起こったらすごい展開をつかむキャラクターではあるから、これはちょっともうすぐにでももしかしたらそれが結果としてねビョンって出るかもしれないね。いやー、アポロカがそんなことを考えていたのか。正解トップ5と。いやー、これはもうすいません、僕らがちょっと浅かったです。負けました。トップ5です、スネークは。
And I think like the last thing is I really value flexibility and how I view the game. So the fact that Snake can like, for a lot of the characters, he can just either play you up close, grenades from like across the stage, and usually with people who are trapping you or setting things up, once you get in on them, like, you know, you've put yourself in a good spot. But then Snake has like some of the best like boxing options in the game, and I think he has like top 3 overall parry games. So like if Snake is parrying well, once you get past his traps, he just like fights you anyway. So it's like he can fight you from far and up close at the same time. So I think being able to do both leads him to have a lot more mix-up potential, which helps like put him higher on the tier list in my opinion. なるほどね。なんか話聞いてたらめっちゃ強いめっちゃ強いキャラクターのようにそうね。実際アポロ会議はそう言ってるもんね。うん、まあ今一番それを証明するポテンシャルがあるプレイヤーはアポロ影だからね。やっぱスネークの中で。アポロ会議のスネーク見てるのそう見えるもんな。なんか確かに弱点ないやんみたいな。Maybe, just maybe. Maybe. なるほど。はあ、いやいいもん聞けたわ最後に。結構そのスネークの強さ何たるかみたいな聞かれたらこのアポロ影言ったことを言えばそうアポロ影が1点だからっていうことでね僕らも勝てますわ戦いに議論にいや本当ありがとうございます。これでまあ一問一答は一旦、終了ということなんですけれども、濃い時間でしたね。はい。まあでもねここからさらに濃くなりますから、この次はですねまあ先週の、競技者目線の質問、コアな質問ですねをその僕と T が用意したんでまあこれを聞いていこうじゃないかということなんですけれども、はい、準備はいいでしょうか。Yeah. じゃあ T からお願いします。これはね俺が最近スネークに対して思ってることなんだけど、まあその日本だとその最近ハートさんとかが台頭してきたりして、まあ海外だとアポロ影もまあめちゃめちゃ強くなり始めているように見えるんですけど、そのスネーク使いたちがもうスマブラもね5年ぐらい経ってますから、なんかすごいスネークが完成してきてるように見えてで要はそのヒューマンエラー的なそういうのが減ってどんどんなんか削りに削って彫刻のような綺麗なスネーク使いが誕生しているように見えるんですけどその辺はアポロ影どう思ってるのかちょっと知りたくて。なるほど。 Okay, so I think that there's a lot of little things that Snakes can implement into their play, and I think I'm really excited to see how Hurt develops in like the near future because I have a lot of faith in Hurt from watching him so far. And I think that if me and him keep doing our thing, we can like make sure people know about like little things that Snake has to improve on. Because I think a lot of like the future of the character per se is going to be in grenades, just because of how versatile they are. So I think that maybe like a lot of the things that Snake can do have been found already, but there's still a lot of potential for like more effective traps or like especially more effective like ledge trapping for certain characters too, that Snake can improve on and just like get to a certain point where you make the matchup really hard for the opponent, or like there's always a way for Snake to set things up in a way that benefits him. So I think like as the game goes on, Snake will get stronger because of the amount of time we'll have to like craft setups and like you said, like lab things out. Because I think that there are some methods that, while good right now, can be slightly improved on, and that'll like be the difference maker in between like, you know, winning and losing a set. So I think Snake will get like better overall with time. まだ変身残してるとスネークはまだ第2形態ぐらいかなそうね、まだ完成してないからね。まだ完成してなかったんだ。なるほど。まあそうね、なんか僕はね結構スネーク割となんかそんなに自由度がないキャラクターだと思っていたから、割となんか年数が経つにつれてね、ちょっとキャラランクも落ちちゃうんじゃないかなっていうのは前から考えてたけど、まあ今逆のことが起きてますからね。
ね、そう最近ね、日本でも海外でもスネーク強くなってきてるよね。そうだからなんか本当に多分これはプレイヤーの開拓とか努力がすごい反映されるキャラなんだなっていうのは思うわ。うん、うんそうだね。だからそうでもまだ完成してないとその開拓もちょっと我々恐ろしい。そう恐ろしい結ですよ構我々は末恐ろしいヒヤヒヤしちゃうねなるほど No, I definitely think the way I would put it is I think Snake as a character, the more time you put in, the more he will reward you. Like he rewards the amount of effort you put in, like through how many setups you use, how many steps you come up with. Like even to this day, I still steal like grenade setups and like different setups from other Snake players. Like for example, recently I've been like watching and seeing what Hurt is doing, and I'm definitely gonna take like some of his snake play and see how I can implement it into my own. いやー楽しみですね本当スネークの今後がスネークの未来は明るいですな。でプレイヤーがいるっていうのはすごいいいことだよね、いっぱいいる分開拓とかがすごい進んでねまあアポロ加減もねそのハートさんのプレイとか見てまた吸収してまたさらに強くなるわけだから結構プレイヤーにも恵まれたキャラクターだなっていうのは思います、そうね、強い人もずっと大会で活躍してるしね。そうねはあなるほどなるほどいやいい答えが聞けました。納得しましたじゃあ、僕からの質問じゃあいいですか、はいですねまあアポロ影さっきティーも言ったように結構最近すごい活躍してるプレイヤーで最近出てきたプレイヤーじゃないですかで僕はねそのアポロ影のなんかまああんまりその名前を知られなかった頃どっから始まったんだろうって思って戦績を見てたんですよそしたらまあアポロ影スーパースマッシュコーン2019513位から始まったんですよそうでも今じゃもう考えられないじゃないですかそんなことでアポロ影がそっからなんかまあ2年ぐらいで本当にすごい急上昇してまあ最強プレイヤーの一人になったわけだけれどもそれまでそのアポロ影は何を意識してここまで上り詰めたのかっていうのをぜひ聞きたいですね確かに登るスピードとしてはめちゃめちゃハイスピードというそう Okay. So since I had been like really good at another video game before Smash, I kind of understood like what did I need to do to get to like the highest level or like where did I need to, you know, put my focus into. I basically what I would do is I would either theorycraft, pod review, watch like other snakes in general, talk to other snakes about the game or just talk to other people about the game. And I would play a lot, and I did like a lot of online tournaments during the like COVID era as well. So pretty much what I would do is I would have like 5 or 6 things to choose from, and I would just choose the thing that sounded the most interesting that day. So like if I didn't want to play, I would VOD review. If I didn't want to VOD review, I'd play, and then I would study others, talk to people about it, and I just try to introduce like variety among all other things, so I could like keep finding ways to either think about the game and get better or just play the game and like improve, you know, how can I do better in a certain matchup if I'm struggling with it. And by the time like events came back, I went to Riptide, and that was the major before SmashCon. And I remember this tournament because I lost to 2nd place and 7th place for 49th. It was when I got reverse 3-0'd by Louis Money, and then he went on to like reverse 3-0 4 different people. So I knew by that time it was a matter of time, and then my next tournament after that was the SmashCon. ああなるほどねそうか他のゲームでもうすでにやってたからノウハウはあったんだアポロ影の中にはちなみに他のゲームだからちょっと気になる何のゲームをやってたのかな MIT, it was a MOBA, and it's basically about like different mythological gods like Greek mythology, Norse mythology, Roman mythology, and like Celtic. There's a lot of different like types of gods, and all in all, it was a fun game that I found on PlayStation 4, and then I played that for a few years and went to Smash after it.
うん。はい、ねそうね、モバだからね。スチームが出てきた。で、うんこのスマイトっていうゲームが、なんだ、アポロが出てる。なるほど、そこがアそうそうポロ、なるほど。はいはいはい。はあ、そっからも繋がってたんだ。なるほどね。それがあったからスマッシュコンで一番最初結構下の方から始まっても研究できるモチベーションもあったのか。これ研究したら絶対俺は強くなれるっていう確信があってやり始めた。勝てること分かってやってたんだろうな。にしては成長速度は凄まじいと思うけどね。全く違う分野のねゲームでそんなノウハウを発揮してここまでね高い順位になることっていうのはなかなかねないと思う。自信があるからできるんだろうね。俺はこんな程度じゃねえっていう。いやなんかなんだろう、アポロ影のルーツがそれだったのかっていうのはすごい驚きました。そうね。はあ、マジか。なんか結構違った角度から来たな。なんかなんだろう、負けてすごい悔しいからめっちゃ頑張ったっていうよりかは本当に冷静に負けた論理的にね。そう負けたってことはこういうのが悪かったんだな、練習方法はこうしようみたいなね。なんかすごいプランを練ってなんだろう競技やってるなっていうのがね、今回のゼータブロ全体を通して僕はアポロ影に抱いた新しい印象です。段階的にやっていくのがすごいうまいんだろうね。そう、すごい理性的だね、アポロ影は本当に。Yeah. I'm a really big fan of like self-improvement. That's one of the things like I found I enjoy the most. And I have an addictive personality, so I'm like, okay, cool, I like this, and I get addicted to things, so I just try to make myself addicted to getting better and learning more. なるほど。結構なんだろう、ジャンプ漫画だよなっていうのは思った。どうも悔しいから練習して修行してっていう、やっぱそのパートそりゃ好きだわ、ワンピース。なるほどね。そうやってつなげていくのね。そう全部揃った。アポロ界がワンピースが好きな理由、自己研鑽が好きだからっていう。だから帽子かぶってるんだ。そりゃそうだな。Yeah, the hat is a cool reminder, and it's just like I'm a big believer in like the only thing that limits you is like it all starts with yourself. So my motto is just to believe in myself, because if I didn't believe in myself, then who would? So I say that I believe in myself more than anyone else on this planet. That's like how I go about things. なるほど。ルーティーンとしてもあんのね、帽子をかぶってプレイをするっていう。はあ、なるほど。心の支えなんだ。へえ、結構すごいな。なんか割と考えられてるな、すべてにおいて。アポロ影のやること一つ一つに。はあ、驚きました。いや、本当これがすごい知りたかったんで、すごいいいこと知れたよね。そう、なんか結構僕が参考にすべき部分なのかもしれないです。いや、本当ありがとう。これマジで聞けてよかったです。It's hard competing for sure. So, 僕も次から帽子かぶろうかなって思っちゃいました。Sorry, he can get a picture with it. Yeah. 写真撮ろう。おこす。さあ、ということでですね、僕らの、コアな質問は、これが以上ということで。だいぶコア。いや、すごいいいこと聞けた。なんかアポロ影の人なりとかでも知れて。まあ、ということでですね、今回はまあそろそろお時間となってまいりましたけれども、いや本当にアポロ影とねまあ、フリーとかしかしたことないから、アポロ影はまあ本当にただの陽気なプレイヤーなだけなのかなと思ったら、もうすごいね、冷静でなんか違う一面、なんか知性があるっていうか、そうですね、どうやったらトーナメント勝てるかっていうのをちゃんと知ってるような論理的なプレイヤーだったね。そうさあ、まあやっぱり日本のねスネークプレイヤーの将軍さんは日本では知性って言われてますけど、まあただもうアポロ影も負けず劣らず知性もそう持ってた。やっぱスネークプレイヤーっていうのは
なんか全員結構本当にロジカルに物事を考えてるんだなっていうのが今回分かりました。スネーク使えば。We pretty much are always planning stuff out. Most of the time, like you plan, and sometimes unexpected things happen. But if they work, then it was planned. So you know, that's how it always goes. そう。これがもうアポロ影の格言と。なるほどね。いや、まあ、次はアポロ影に会うときは僕ももっとちょっと頭よく、接しようかなと思いますよ。どういうこと頭よく接する頭よく。いや、もっとなんかそのバカみたいに前接してたから、なんかもうちょっとこうね、自分で物事を考えて、また頭のいい話を今度はアポロ影としようと思います。確かにイメージ変わったよね。なんか麦わら帽子かぶってるただのね、陽気のイケイケのやつだと思ってたら、その中にはもうクレバーで熱い思いを秘めてたっていうことですよ。そう。So, Go with the flow. インテリジェントトークでいきましょう。インテリジェンスプレイヤー。はい。ということでですね、今回のティータイム、そろそろエンディングということなんですけども、アポロ影来てどうでした？今回のティータイムに来ていただいて感想どうですよI had a lot of fun. It was cool getting to like basically talk to y'all a little more, you know, get to know each other a little better, and I'll be looking forward to seeing y'all at future tournaments and playing, and I wish you all the best of luck and future success and all that good stuff. スマッシュコンは出ます今年の？ Yes. じゃあ、僕とはそこで会いましょう。Yeah, let's definitely play. Yeah, I'll be at Gamo, and then IchigoCon, which is a California tournament, and then I'll be at SmashCon, I believe, is the next weekend. おー、なるほど。結構忙しいな、アポロ影もやっぱり。I like it that way. I prefer to be busy. おお、なるほど。いや、本当そんな忙しい中ですね、本当わざわざね、ティータイムに来てくれて本当にありがとうございました。ありがとうございます。Yeah, thank you for having me. Don't worry. I could squeeze y'all in. No, I'm definitely like happy to be here and happy that y'all wanted me on the show as well. So once again, just thank you for having me, and it's been super enjoyable to chat. こちらこそ楽しかったです。本当に楽しかったです。また新たなアポロ影の一面も見れたので、また次さらに話しかけやすくなりました。Next tournament. ということで、今回のゲストですね、ティータイム、アポロ影がゲストとして来てくれました。本当に、来てくれてありがとうございました。それでは、はい、今回のティータイムは、これにて以上となります。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。それでは、さよなら。いや、ということでですね、今回アポロ影来てくれたけども、いやアポロ影、すごい印象変わったね。印象変わったね、普通に。なんか、めっちゃ知性マンだったな。結構考え方もしっかりしてるし、その質問にもめちゃめちゃ納得いく答えを用意してくれて、すごく有意義な時間だったな。そういや、もっとハイテンションかと思ったらすごい確かにその海外で会うときはそんな感じだったもんね。そう、結構はいみたいな感じだったけど、めちゃ今日ロジカルに話してくれてて、なんかあーみたいな、あはーんって、なんかアハ体験というか、なんかアハ体験じゃないけど、なんかすごい納得しちゃったわ、今回の回。でも結構がっつりスマブラについて話しちゃったというか、でもっと漫画について話したのかな。あ、そうだ、ワンピースについて聞かなかったわ。そう、そんなこと質問する間もなく、怒涛のスマブラッシュで。そう。ワンピースよりもっとスマブラのもっとロジカルな話聞きたかったからさ、そっちが言っちゃったよ。ねえ、ちょっと、これ、第2回アポロ影も当たれるよ、これ。いや、これまだまだ話したいのがいっぱいあったから、ね。話し足りなかったですね、正直。そう。いや、どうでしたどうでした楽しかったな。楽しかった。なんか、普通に、なんか、いいね、ティータイム。いいねって。輪が広がる感じがなんか
いいわ。お前の番組だそう結構やってるのに改めて気づくな、そんなこと。改めてなんか次めっちゃ話しかけやすいなみたいな。まあ確かにここでね、パイプをつなげられるっていうのはすごいいいですよ、ね。結構さ、でも今までチャグとかさ、イーサムとかマイスターとか、結構もう仲良かった、正直。アポロ影は本当に挨拶はーいみたいな、そんな感じだけだったから、ちょっといい経験だったというか、なるほどね、次につながるあれだったね。そうね。次、大会で会ってフリーするの楽しみだわ。ただおめえもうあんまアポロ影とあんま予定があってなくないか。ちょっとスーパースマッシュコン行かないからさっき行かんよな。アメリカのトーナメント行かんよな、もうあんまり。まだ今は。まだわかんないけどね。まあそうね。まあゆくゆくは、まあどうせ今年大会がなんかパッと出てくるかもわかんないし。そうね。まあ今年1回ぐらいは多分アメリカのトーナメント行くとは思うから。まあ生きてたら会うべ。そう。多分今年中には1回は会えると思うわ。さあということでね、今回の、ティータイムの感想などをですね、ハッシュタグ、ゼータブロストークなどで添付してツイートをしていただければスタッフも僕らも非常に喜びます。僕はもう常に検索画面あるんで、ゼータのそこをパブさしてんのね。してます。なるほど。まあ、ということでですね、あとなんか言うことあれだ、リキッドの人たちと撮った動画がですね、ゼータブロじゃない、データディビジョンの、公式チャンネルにて、アップロードされておりますので、まだ見てない方はぜひ、見てください。僕とかガクとアコーラ、ダバズ、リドリス、ハングリーボックスのあんな一面だったりも見れたりするんでね。そうオールスターでやってましたんで、それも合わせて、はい、ご覧いただければと思います。はい、ということでね、ティータイム、ゼータブルストーク第9回でした。はい、ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございました。それじゃあまた次回お会いしましょう。これではさようなら。さようなら。